皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラの謎のポーズの意味について解説していきますよ。ポーズといえば胸に手を当てるレミリアや、手を広げているルーミアが思いつくけどあれの意味って何なのか気になるぜ。その他キャラたちのポーズにも注目ですよ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。さて、まず紹介するルーミアは東方高魔教の一面ボスで、スペルカードルール実装後最初に戦うボスなのです。記念すべきスペルカードでの対戦一人目がルーミアってなんだかいいよね。姿は幼い少女で、目は赤、髪は黄色のボブ、白黒の洋服を身につけ、スカートはロングで、イメージカラーは黒です。どうやら、能力の闇を溶け込むために黒を選んでるようだぞ。身長は低く、10代前半の人間だとしたらかなり低い部類に入るぐらいの身長のようです。服装といい身長といい、何か小さくてちょっとミステリアス幼女で可愛いですね。東方界抱き心地ランキングでも上位に入るでしょう。誰がそのランキング作ったんだよ。私ですが、またあなた様ですか。ルーミアは特に目的意識は持たず、一日中ふよふよ飛んで過ごしているようです。こんなにもポップすぎるダークはルーミアぐらいだろ。光が苦手なため、基本的に夜行性で、闇を操る程度の能力で周囲の光を遮断して昼間に行動することもありますが、本人の視界も闇に覆われるため木にぶつかったりしているようです。可愛すぎる。ルーミアといえば、レイムとの会話で一度だけ言ったそうなのかが有名ですよね。書籍、文化庁では足として並走なのかとも発言しています。そうだったのか。首の襟元にも赤いネクタイらしきものがあるのですが、こちらはよく見ると丸っこいものが両脇についた少し変わった形状をしていますよね。結び目にも見えるのですが赤いポンポンがくっついているようにも見え、その構造について二次絵描きやコスプレ衣装制作者さんにとって悩みの一つのようです。つまりコアの母音かぺったんかで悩むのと同じですね。いや例えるところそこ。ルーミア曰く目の前が取って食べれる人類と言っているので、人を食べる妖怪。しかしアヤが取材したところ人を襲うことを面倒くさいと言っているので、あまり人肉を食べないようですね。ということはルーミアって日頃何食べてるんだろうな。ブラックサンダーらしいですよ。ルーミアもしかして案件もらってる？そんなルーミアといえば、この両手を左右に大きく広げたポーズをよくとっていますよね。そういえばルーミアの広げたポーズは何を意味しているんだよ。ルーミアは高魔教初登場時からこの両腕を真横に広げたポーズをとっていました。なんだかシルエットがちょうど十字架に見えるようなポーズだよな。その通りで、マリサとの会話でも、なんでそんな手広げてるのさ。聖者は十字架に貼り付けられましたって言ってるように見える？人類は十進法を採用しましたって見えるな。という掛け合いがあるのですが、先ほどのようにルーミア曰く、聖者は十字架に貼り付けられましたって言ってるように見える？と言っているので、イエス・キリストの真似事をしているのだと思われます。つまりイエス・キリストのように偉大な人物に見せるために手を広げているのか。それにしてもルーミアがイエス様を知っていたなんて意外だな。ちなみに十進法とは、単位の数が10集まるごとに新しい単位を作っていく数の表し方のことを言いますよ。マリサは数学も勉強していたなんてかっこよすぎるぜ。そしてマリサの人類は十進法を採用しましたって言ってるように見えるな。の発言は、ミステリー作家森弘次の短編集まどろみ消去に収録されている一編誰もいなくなった30リトルインディアンズの一節が元ネタとなっているようですね。なるほど、まどろみ消去が元ネタか。本当はわからないんだけどね。または手を広げることで、私は無抵抗状態であなたたちに何も危害は加えないから、あなたたちも私に何も関わらないでみたいなことを、左右に広げたポーズで示唆しているというのではと考察している方もいますね。なるほどな。確かにルーミアはあまり好戦的ではないからその意味もありそうだぜ。ちなみにレイム部長はグリコのモノマネをしているのかと思いました。いやなんでやねん。それでは次に紹介するのは東方神霊廟エクストラボスの二つ岩マミ像です。ついにマミ像の解説ができるのか。旧作の朝倉理香子以来、二人目の東方メガネっ子ちゃん。マミ像の眼鏡は、江戸時代頃に入ってきたようなシンプルなデザインの丸眼鏡がトレンドマークになっていますね。ちなみになんですが、東方眼鏡と言われるメガネをかけているキャラのメガネをモデルにしたメガネが売られていますよ。これは面白いアイデアだな。頭には緑の木の葉を一枚乗せていて、生粋の狸娘ですね。お互い物を変化させるという似た能力ゆえか、宝珠ヌエとは旧友と呼べるほど古い付き合いがあるようです。あのヌエは仲が良かったのか。もともとは外の世界にある狐が一匹もいない化け狸の国佐渡で、化け狸の棟梁として暮らしていました。しかし、巫女の復活に対抗すべく、ヌエが人間勢力の増大化に対抗するための妖怪側の勢力強化のため、佐渡から呼び寄せたのです。
へえ、マミゾウは外の世界の妖怪なのか。1000人の中でもトップクラスの実力を持つ巫女に対応して、呼ばれたのなら相当な実力を持ってそう。また外の世界では宇佐美すみれ子とも交流があるようですよ。東方神起楼でも隠しキャラクターとして出演。異変の原因を最も早く察知していますね。マミゾウの強キャラ感が伝わるな。人気希望のために動き出した宗教家や、戦って希望を集めた人物が異変解決の糸口になるのではと考え、本当に解決してくれるかどうか試すため、主人公キャラクターの前に立ちふさがりますよ。そんな彼女に関してはポーズというより立ち振る舞いに意味があるのです。ほう、霊夢部長それはどういうことだってばさ。マミゾウさんの最大の特徴といえばトトロのようなあの大きな尻尾、体の大きさほどもある巨大な尻尾を持っていますよね。尻尾の大きさは揚力のバロメーターとなっているようで、彼女がどれくらいすごい妖怪なのかがわかるようになっています。おいおい、ということはめちゃくちゃ揚力を持っているじゃん。化け狸的に尻尾と耳を隠す方が上手とされる中技と誇示して狸であることを隠そうとしないのが、彼女のポリシーとのこと。つまりそれだけ自分の実力に自信を持っているということですね。なるほどな。狸が化ける時に尻尾は邪魔になるから普通はコンプレックスだが、あえて見せることで自信があるという意味も考えられるぜ。化け狸や化け狐などの化け動物の幼獣は、尻尾の大きさで揚力が決まっていて、力の強さが見て取れるので、役も欄も強力な幼獣だということがわかります。あまりにも大きすぎて上半身だけのイラストでも尻尾の先が見えることからも、圧倒的な存在感を感じさせられるよな。ゲーム中で霊夢へ化けた際も尻尾だけは残っていますが、もちろん見えないようにすることも可能です。また一人称はわしで、二人称はお主お前さん、マリサをマリサ殿と長生きするほど読んだりと全体的に老人口調ですね。ほう、ということはかなり古参の妖怪なのか？これは制作者ズンさん曰く狸は長生きするほど化け力が増します。つまり長く生きた優れた妖怪だということを表すためにわざと年寄り臭い言葉を使っているようで、自身を年寄りだとは思っていないらしいです。まあ、実際かなり長生きはしているようですが、一体何歳ぐらいなんだろう？また社会に対する柔軟性が高く、幻想郷へ来てから日が浅いにもかかわらず頼れる親分として妖怪から慕われていますね。さらに、かなり頭が切れ、先ほども言ったように蜃気楼や神秘録の異変時には解決に大きく貢献していますよ。間違いなく大妖怪クラスの妖怪だな。その通りじゃな。わしのことをもっと褒めてもよいぞ。さっきの解説マミゾウだったのかよ。それでは二人目に紹介するのは、交流道6面ボスの天球ちまたです。霊夢さん、3人目ですよ。なんで？まあまあいいから。彼女は力の弱まった市場の神です。市場は物の所有権を完全に移すことのできる唯一の場所ですね。しかし最近は市場を介さない売買が増え、所有権が氾濫していることを彼女は嘆いていました。なるほど、世の中便利になってきたからわざわざ市場で購入することが減ったからか。また市場が開かれなくなったことで彼女の力も失われ、今にも消え入りそうな状態だったのです。そこに飯綱丸からアビリティカードの売買について話を持ちかけられ、利用されていることは承知の上で了承。飯綱丸のビジネスが成功する頃には神としての力を取り戻し、大天狗など恐れるに足らないと考えていたのですよ。ほう、大天狗の恵むに勝てる自信があるなんて相当な実力を持っているのか。そんな彼女の能力は、所有権を失わせる程度の能力ですよ。おまけテキストによれば、物をもらったとしてもその人からの頂き物、捨てたとしてもその人の捨てたもの、という情報が残る。しかし市場で物を売買すると完全に所有権を失わせることができ、それを司るのが天球ちまたであるとのことです。それメルカリとかで利用したらめちゃくちゃ儲かりそうじゃん。確かにね。そしてなんといっても彼女を紹介する上で忘れてはいけないのが、この右手指を上に、左手指を下に向けたあまりにも謎なポーズですよね。正直この独特のポーズは明確な答えは出ていません。あらやっぱり分かってないんだな。おそらく市場の神様らしくインフレーション、デフレーションの暗喩だと思われますね。時期的なことからも新型コロナウイルス感染症による現実の市場の衰退壊滅を暗喩したものを表しているのではと考えられますね。または、同人イベントとも考えられますよ。マリサさんが先ほど言ったように、ネットなどで買えるようになって、同人イベントが少し落ち着いてきていることを表しているのかもしれません。なるほどな。市場の衰退とネットの上昇ってことか。それはちょっと悲しい意味だよな。また神の見えざる手を意味しているのではとも考えられますね。これは18世紀の経済学者アダム・スミスが論じた概念。各個人が自分の利益だけを追求して経済行動をすれば、神の見えざる手により、全体の経済は発展するというもの。へえ、そうだったのか。これはめちゃくちゃ勉強になるぜ。これは政府などが介入して管理経済を行うよりも、自由経済で市場原理に任せた方が、結果的に全体の経済は発展するとの主張で、これを比喩的に神の見えざる手と表現していますよ。または釈迦の天上天下流が独尊だと思われます。
天上天下唯我独尊とは、お釈迦様が誕生した時に言ったとされる言葉だよな。そう、お釈迦様はマヤ夫人の右脇から生まれたとされますが、その直後に7歩歩いて右手で天を指し、左手で地を指して天上天下唯我独尊と言った、という逸話から出てきたものですね。かなり独特なポーズだけど、神らしいかなり深い意味が込められたポーズだったのか。マリサさん、その通りです。ちなみにその姿勢で普通に会話するのでなかなかシュールですね。一気に神々らしさ奪わないで。それではラストに紹介する謎のポーズは、カリスマ吸血鬼でおなじみレミリア・スカーレットです。その説明でこの画像は悪意しかないだろ。レミリアはコウマ館の主にしてヴァンパイアだよな。東方プロジェクトのウィンバン初のボスがなぜヴァンパイアなのかというと、制作者ズンさん曰く、東方なのに西洋風のボスを出したくて吸血鬼にしたとのことですよ。ズンさんらしすぎるぜ。これは東方コウマ教は意外性をテーマにしている部分が大きかったのでその一貫性ですね。確かにコウマ教は一面ボスから意外性が抜群の作品となっているぜ。そんなコウマ教のラスボスであるレミリアは500年以上生きているのですが、外見はかなり幼く10歳前後といったところです。口調はボーイッシュで大人びていることが多いのですが、外見は幼女、行動原理も子供のようなほどの好奇心旺盛で、月に行こうとしたり、地下の大図書館に海を作ろうとするほど、前回の授業で習った東方暴月症では大暴れしてたもんな。主な食事は人間の血液ですが、レミリアは小食なので殺すまで飲むことはないようです。B 型の血が一番美味しいらしいですよ。さあ B 型の視聴者諸君、レミリアお嬢様に捧げるのです。受講生を危険にさらすんじゃありません。血を吸い尽くされた人間は、死ぬことも幽霊になることも叶わず、ゾンビとなってしばらく動いた後に日光で消滅するようですね。それは怖すぎる。レミリアはフランと比べてお姉さんらしく人間交流度は高いイメージがありますが、コウマ教にて、コウマ館のメイド長いざよい昨夜に死体の掃除をさせていると言っているので、人間を殺すことに抵抗はないと考えます。しかし、日光に弱いため昼間はまだおとなしいです。彼女の場合、そんなに変わらないと思うけどね。流れ水を渡れないので雨の日もおとなしいし、川も渡れないんですよ。また鬼の一種であるためかイワシの頭や折ったヒイラギの枝に近づけません。これは奈良県をメインにした節分の習慣だよな。また炙った豆を投げられると皮膚が焼けるんですよ。レミリアといえば、スカーレットシュートのイメージが強いのですが、戦闘スタイルは跳躍による短距離の高速移動を繰り返すことで、相手を撹乱させるスピードを生かした接近戦タイプなのです。また暴月症では渡月より姫とのスペルカード戦にて体術を多用していたよな。10歳の低い部類の少女ですが、片手で樹齢1000年を超える大木を持ち上げるほどの力を持っています。そんなコウマ館の主人であるレミリアといえば、胸に手を当てるこの構えですよね。これは小さな胸にコンプレックスがあるから隠してるのです。そうじゃないよね。冗談はさておき、このポーズは社名丸綾の取材によって判明しました。実は公務員編では社名丸綾もコウマ館に向かっていて、公務員編の発生源を写真に収めていました。綾がレミリアに直接取材したところ、実はあのポーズをすることで指先から公務員編で使われた霧を放出していたのです。おいおい、つまり公務員編の霧の発生源はレミリア本人が行っていたということか。また東方コウマ教のレミリアのドット絵をよく見ると、霧のようなものが出ていることがわかります。本当だ。よく見るとレミリアの周りに霧状のものがあるな。こういう作業を自分から率先してやるところレミリアらしいですね。そしてこの霧の正体はパチュリー曰く、レミーの霧は水滴より密度も高く宝石に近い。だから水滴より光を強く曲げるの。だからレミーの霧は陽夢と呼ばれるものよ。紅より波長が短くより屈折する光は全て乱反射を繰り返しその多くは霧に吸収されるの。だから一番ストレートな紅だけが多めに残って紅色に見えるのね。とのことです。なるほど。だから霧が紅色に染まっていたのか。今回の授業で公務員編の謎が一つ解けたぜ。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんが好きな東方キャラのポーズがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。